あ、エアダスターじゃないか。僕にも貸してくれ。うわ、何するんだ。Gadget Budget。皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。キーボードやデスク周りのお掃除に大活躍。今回はエアダスターのお話です。ガジェット好きの皆さんにはもうおなじみですよね。よく見かけるエアダスターは高圧のガスのスプレー缶タイプで、ホームセンターなどでも簡単に購入することができます。先端に細いノズルがついていて、キーボードの隙間など狭いところのホコリやゴミを吹き飛ばすにはとても便利なお掃除用品になります。ところがこのスプレー缶、便利な反面いろいろ問題があるんです。スプレーの主流は DME、ジメチルエーテルで、可燃性のガスです。少し独特の匂いがあり、締め切った室内等で使用し続けると引火や爆発の危険性があります。2018年に某不動産仲介店舗でガス爆発事故が起きましたが、あのスプレー缶も DME でしたね。またスプレーを使い続けると気化熱の作用によって缶の熱が奪われて冷たくなり、圧力が下がることもあります。そして使用済みの缶の廃棄も自治体によっては非常に手間なんですよね。今回これらのデメリットを一気に解消するアイテム、充電式エアダスターをレビューします。正直充電式のエアダスター疑ってます。スプレー缶に匹敵するパワーはあるのか、充電式ならではのデメリットがあるのではないかなど、気になる点はいろいろありますね。では早速開封していきましょう。今回は2台購入しています。まずは1台目、楽天市場で購入したゼパン FE-J35 です。なんか見覚えのあるパッケージですね。箱の外観です。電動エアダスター、そのまんまの名前です。モーター回転数の単位 RPM は1分間あたりの回転数を指しています。そして風速単位のメートル毎秒は1秒間に空気が移動する距離で、数字が大きくなるほど風の力が強いことを意味します。一般的なスプレー缶の風速は16メートル毎秒前後と言われているので、これは期待できますね。内容物を確認していきます。まずは日本語マニュアル。それから吸引側に取り付けるダストフィルターですね。ハンディクリーナーとしても使えるみたいです。そしてアタッチメントが4つ。これらの組み合わせで掃除だけでなく空気入れとしても使えます。充電用の USB ケーブルはタイプ A to C。かなり短いものです。そして本体です。バッテリー内蔵なので結構重みがありますね。吸引側に風速調整のノブ、吹き出し側に物理ボタンと LED ライトが見えます。内容物は以上です。では充電して動作確認をしてみましょう。変形ロボットみたいでいろいろなアタッチメントを付け替えられるのは楽しいですね。
この使い方だとエアダスターではなくハンディクリーナーですね。このキーボード自体はクリーニング済みのためそれほどゴミは出てきませんが、ちゃんと動作しています。そして反対側、こちらは風が出る側でエアダスターとして動いていますね。風力を強めればスプレー缶の威力を余裕で超えている感じです。かなり強い風が出ていますね。LED のオン・オフはタッチボタンになっていますが、少し反応が鈍いみたいです。3分の1くらいでしょうか。また、風を出していないと LED をつけることができないようです。吹き出し側にブラシをつけることもできますね。これを使うときは外で行うか、十分な換気が必要かと思います。500円玉を吹き飛ばしてみましょう。おお、15センチほど動きました。かなり強い風ですね。スプレー缶ではどうでしょうか。少し浮いてしまいますが、10センチほど動かすことができました。スペックはこんな感じになっています。回転数13万、風速は最高で毎秒52メートルです。スプレー缶よりはるかに高威力です。吸い込む空気を利用してハンディクリーナーにもなるのは面白いです。では2台目、クールドーブエアダスター W23 を開けていきましょう。日常の清潔のニーズに応える。これはラーメン屋の上りにうまいと書いてあるような感じがします。書きたくなっちゃうのでしょうかね。箱の上にはブロワーと書いてありますが、ブロワーとはちょっと違うような。蓋のシールはすでに剥がれていますね。まず最初に出てきたのは専用ポーチ。これは嬉しい。そしてアタッチメントが出てきました。ブラシ付き、細口など4つ入っています。それからよくあるレビューしたら特典がもらえるカードですね。日本語マニュアルも出てきました。充電用の USB ケーブルはタイプ A2C。 先ほどの製品よりは長めのケーブルです。それから筆のような、これはクリーニングキットでしょうか。おお、ハンドストラップもついています。ポーチといい、ストラップといい、個人的にこうした細かな付属品はとてもポイント高いですね。後でつけましょう。そして本体、これで中身は全部です。はあ、第一印象、ブラウンのひげ剃り。排気側に物理ボタン。吸気側に無段階ダイヤル。テーブにタイプ C ポート。照明用 LED は排気口の真ん中にありますね。では確保簿シールを剥がして充電しましょう。なるほど、 LED はアタッチメントの形状によって変化するんですね。先ほどのモデルより相当強い風が出ている印象です。細いノズルは浮き輪やビーチボールの空気入れにも使えそうです。クリーナー機能はないですが、純粋にエアダスターとしてはこちらの方が強そうですね。では500円玉テストです。まずは風速1着。弱なのに15センチほど移動しました。では続いて風速4マックス行ってみましょう。
外まで吹っ飛びました。ではちょっと右側に寄せて。それでも場外。暴風を越えて爆風です。サングラスをかけて走りましょう。スペックを見て納得です。回転数30万。風速が毎秒150メートル。これはおそらくエアダスターの最強クラスだと思います。埃どころか軽いキーボードなら本体ごと吹っ飛ぶ勢いですね。それではまとめに。エアダスターじゃないか。僕にも貸してくれ。うわ、何するんだ。皆さんはクリーナー付きが良いですか？それとも高威力で吹き飛ばしますか？デメリットとしてはモーターの回転音がかなりうるさいので、使う場所、時間など配慮が必要ですね。安全性で言えばバッテリーがあるため、バッテリーの発熱などゼロではありませんが、少なくともスプレー缶より地球に優しいです。出てくるのは 100% 空気ですから、キャンプの火起こしや真夏のハンディファンとしても使用可能ですよ。スプレー缶ではちょっと、いいえ、絶対できませんね。それではまた次のガジェットで。